連休住職三木大雲です。本日も怪談説法を始めさせていただきます。このお話はですね、とある男性の方からお聞きしたお話なんですけれども、この男性の方なんですけれども、お仕事がですね、いわゆるコンピューター関係の、プログラムをされているお仕事の方で、非常に会社も大きくてですね、ちょっとここでは会社名までは、お出しできませんけれども、とある大きな会社にお勤めなんですね。この男性の方が、こんなことがありましたという、お手紙をくださいましたので、それをお話しさせていただこうと思います。この男性の方は先ほど申しました通り、コンピューター関係のお仕事をされてます。ですので、今までは、ちょっと東京の本社の方にずっと通われてたんですけれども、ある程度ですね、もうプログラムですので、家にいて自宅からパソコン同士をつないで、ズームとかメールとかなんだと思うんですけれども、そういったものでやり取りすればいいので、出社をする必要はないですよというふうに、ある時からなられたそうなんですね。おそらくお手紙にそこまで詳しくは書いてなかったんですけれども、コロナの時期とか、コロナが最中だとか、そういった時期のことだとは思うんですけれども、会社でですね、あなたは、もう会社に出社するのはもう必要である時のみで、それ以外は来なくていいですよということはどういうことかというと、地球上どこにいてもいいわけなんですよね。もうパソコンさえつながればそれで仕事ができるわけですから、そういった意味ではもう世界どこでも、仕事ができるというお立場の方なんです。そしてこの方はですね、以前よりちょっと日本の田舎の方の暮らしに憧れを持たれてましたので、ちょっともしいい物件があったら田舎の方に引っ越してそこで、仕事をしよう、そんな風に考えられたそうなんですね。そしてですね、ちょっとこれも場所をどこということは言えないんですけれども、とある場所に非常にいい物件がある。そうなんかいろんなの調べてると、出てきたそうなんで、実際に足を運ばれてですね、その物件を見に行かれたそうなんです。その家っていうのは、少し小さな庭がついていて、2階建ての家なんだそうです。そして家に入ったその瞬間から、なぜか懐かしいなという思いに駆られたそうなんです。懐かしいわけがないんですね。と言いますのも、この男性がその地域に行かれるのも初めてということは、もちろんその家に入られるのも初めてですし、もっと言うと一軒家にお住まいになるのが初めてだったそうなんです。でもなんかわかんないですけれども、もう家に入った途端に懐かしい、まるでその感覚っていうのは故郷の本当に自分が生まれた実家に長年離れていて戻ってきたぐらい、なぜか懐かしかったそうなんです。そしてもうそのままですね、不動産屋さんにお願いして、物件を押さえて、もう早速引っ越し作業にかかられたそうなんですね。そして今まで会社に勤めてた場所からその引っ越し場所まで、いろいろと引っ越しを、している最中にですね、親御さんにも、実は僕ちょっと〇〇県に、田舎の方に家を買ったからいつか見に来てねなんていう話をしてたら、親御さんもじゃあいつかちょっと行けるタイミングを見て行くねなんて話をされてたそうなんです。そして引っ越しが終わられてその家で寝てますと、やっぱり懐かしい、なぜか初めて一夜目にしてもうなんかリラックスできるな、もう本当にその家のことを気に入られた。そして朝になって窓を開けますと、窓から見える風景もまたこれも懐かしいそうなんです。この風景なんか懐かしいな、初めて見たはずなのに懐かしいと感じる。よくデジャブなんてことを言いますけれども、それは一瞬のものに近いですけれども、そうではないらしいですね。壁を見ても窓を見ても扉一つ取ってみても全てが非常に懐かしい、そんな風に感じるそうなんですね。そしてある程度引っ越しも終わりまして、仕事もずっと順調に続けてる最中に、ご両親から連絡があって、そろそろ引っ越し落ち着いたか、そう言われるんで、落ち着いたよ、もしよかったらちょっと近々行こうと思うんやけどって言われたので、ぜひぜひ来て来てっていうことで、ご両親を家に招待されたそうなんですね。
そしてそのご両親が入ってこられて、ああ、2階もあるのって言って、いや、2階はこういうふうに使ってて、1階もまあまあどうぞなんて言って、その息子さんが案内されるんですね。そうしますとずーっと案内を全部し終わった頃に、突然お母さんが、なんかこの家知ってるような気がする。そうおっしゃるそうなんです。で、この男性も、いやいや、実は僕もこの家を決めた時に、うわ、懐かしいな。来たことあるはずがないのに懐かしさを感じて、そしてデジャブという一瞬のものではなくって、もう長年ここにいたような、もう毎日寝起きするといつもがなんか懐かしい、帰ってきたって感じがするんだという話を、親子でされてたそうなんです。そうしますと、これお父さんがですね、あ、この家思い出したぞ。そうおっしゃるそうなんです。で、お父さん何お母さんと二人で聞きますと、ほら、子供の頃によくこの子が夢を見るって話してたよね。そう言われて、お母さんも、ああ、そういえばこの間取りそうかもしれない。そう話し出したそうなんです。どういうことかと言いますと、この男性がまだ小学生の低学年ぐらいの時に、毎回いつも同じ夢を見る。そういうふうな話をご両親にされてたそうなんですね。で、どんな夢見るのっていうと、ある家まで行くそうなんです。そしてその家まで着くと、見ず知らずのおじさんが、ああ、よく来たな。入れ入れ。中へ入れてくれるそうなんですね。そして家の中を案内してくれるそうなんです。この家には2階があって、2階がこうなってて、そこの2階から見る窓を開けた景色がすごく綺麗で、君にも見せてあげようねって言って2階へ連れて行ってもらう。そして2階で抱っこされる形でその窓から景色が見えるそうなんですけども、これが田舎のいい風景で、あ、こんな風景のところに住みたいな、子供ながらそう思った。そして1階の台所、お風呂場、おトイレなどを案内されるそうなんですね。そしてあまりにもそれを連続で夢を見るので、この男性小学生の頃に、日記でですね、毎日こんな夢を見るって言って間取りまで書いて提出したそうなんです、学校にね。そうしますと、そのお父さんお母さんもそれを見るわけですね。で、あ、そう、毎日こんな夢見るんだ。それでお母さんお父さんはその時の日記もまだご実家の方に置いておられて、いやいや、家帰ったら一度確認はするけれども、どうもこの家はまさにお前が小さい頃によく同じ夢を見るって言ってたその物件に違いない。そんなことをおっしゃるそうなんですね。そう言われて男性も、あ、そういえばそんな夢小さい頃よく見てたな。だんだんと思い出してきた。そしてそのまま2階に上がって窓を開けると、ああ、そうそう。この窓のところで男性、知らないおじさんに抱っこされて、外を見せてもらったな。まさにその風景だ。そんな風に言うんですね。で、家族3人でですね、いやいや、確かに夢の家に違いないけれども、それが偶然なのか何なのかわからないですけれども、一番の疑問は何かと言いますと、この男性が子供の頃夢の中でこの家を案内してくれたおじさんですね。このおじさんが誰なのかということがまた家族で誰なんだろうな、親戚のおじさんかななんていろんな話が出たそうなんですけれども、結局分からずじまいでご両親は家へ帰られたそうなんです。それから毎日を過ごす中で、夢出てきたおじさんって誰かな、ずっと気になってたそうなんですね。そうしますと、ある時突然またこの幼い頃に見てた夢をこの年になって見るようになったそうなんです。そして夢の中ではどうかって言いますと、自分は小さな子供なんだそうです。そしてたったった走っていきますと、おじさんが、おいおい僕、もしよかったら家の中を案内してあげようか。そう言われて、なんとなく、分かった、じゃあ家案内してもらうわけですね。まさに子供の頃に見た夢、丸々そのままの夢を見たそうなんです。そして2階へ上げていただいて、こっから見える景色が綺麗なんだよって言って抱っこをしてもらって、そして窓を開けると田舎のすごい緑の豊かな、景色が見える。で、綺麗だなと思っている自分は夢の中で子供なんですね。そしてそのおじさんからよいしょと下ろしてもらった後に、また下を説明していただく。ここが台所で、ここがトイレで、まさに住んでいるその家そのものだったそうなんです。そして
その夢から覚める直前に、この男性がいつもならば、小さい頃に見ていたその夢ならば、そこで覚めるんですけれども、じゃあ僕帰るねって言った後、おじさんが、いや、ちょっと待って。そしてこう言ってくれたそうなんです。ちょっとおいで。男性を近くまでやると頭をなぜながらこの男性こう言ったそうなんですね。よくお前はここまで頑張ったな。俺は途中で諦めちゃってね。そんな話をするそうなんです。何の話か分からずにきょとんとしながらそのおじさんを見上げると目から涙が出てたそうなんですね。そしてよくやったよくやったよく諦めずに頑張ったな。偉かったぞ。よくやったな。一度ちょっとハグさせてくれるか。ハグまでされて。なんとなく子供心に褒めてもらってるので嬉しくなってありがとう。よく何が褒めてもらってるのかわからないままありがとうありがとうと言ってそのおじさんをもう一度見上げたそうなんです。そうすると目がしっかりとあった。その瞬間、あっと思ったら夢から覚めたそうなんです。これどういうことか。この実は男性、夢の中に出てくるおじさんの正体が分かったそうなんですね。この正体誰なのかと言いますと、なんと20歳過ぎの自分の姿だったそうです。これどういうことか。夢の中で20歳になった自分に褒めてもらっているというなんか不思議な現象なんですけれども、実は涙する自分の姿を見てなんとなくこの夢の意味やら、いろんなことが分かったとこの男性おっしゃるんですけれども、どういうことかと申しますと、実はですね、20歳前後の時にこの男性自ら命を絶とうとしたことが何度かあったそうなんです。どういうことかと言いますと、少し、子供の頃はそんなにでもなかったんですけれども、中学生高校生ぐらいになった頃にですね、少しいじめのようなものにあったそうなんです。そしてそのまま大学に行かずに高校卒業してすぐに就職の予定だったんですけれども、なんかちょっといじめの問題もあって数年遅れて、会社に入社された。社会に出てからちょっと自分が年が上で同期の人よりも少し年が上なので、そんな関係もあったのか、あまり人間関係がうまくいかなかったそうなんですね。で、仕事をするんですけれども、仕事もいまいち自分がやりたかった仕事ではない。そして自分が一体何をしたいのか、全て人生の自分の将来というものを見失ってしまったそうなんです。そしてもうこんななら自分で生きているよりも自ら命を絶って新しくリセットしたい。そんな思いまであったそうなんですね。そんな矢先どうしようかなと思ってた時に、たまたま会社に行こうとした朝、お母さんが、ちょっと今日も頑張ってね。大丈夫？突然朝そう声かけられたそうなんです。もちろんこの男性ご両親にはですね、会社が今しんどいという話はされてなかったそうなんですけれども、なんとなくお母さんには分かったんでしょうね。大丈夫って言われた。そしてどうしてそう聞き返すと、いやなんとなくそうお母さんがおっしゃった。しかしですね、この男性実はその日会社に行ったのを最後に、出社した後に自ら命を絶とうかなとも考えてられたそうなんですね。でもその一言でこの男性は、いややはり私が命を絶ってしまうといろんな方が寂しい思いをされるかもしれない。もしもそうでなかったとしても自分の人生はこれでいいのか。再度もう一度考えるきっかけがその一言でできて、結局は会社が終わった後、出社した後、無事家に帰ってこられて、自分でもう一度何かしたいものを探そう。その結果、会社をお辞めになられて、引きこもる状態で家でパソコンばっかりされたそうなんです。いじめがあった時から家でパソコンをもうやることがないので、そればっかりやっていたのが、なんとですね、きっかけになってある大会にエントリーされて、それに優勝されたので、引き抜きという形でこのコンピューター会社に実は入社されてたんです。ですからそのきっかけ、その一言があって、無事に家に帰ってきたからこそ今があるんですよね。もしかすると、あの時自ら命を絶ってたらどうなってただろうなとたまに考えることがあるそうなんです。それがまさに夢で家の中を案内してくれてた
あのおじさんと思っていたのがその頃の自分だったと、この男性はおっしゃるんですよね。とても不思議な話ですね。一人しか自分はいませんから、もう一つの未来といいますか、もう一つの、並行した、世界があって、もしかするとそちらの自分というのが、諦めてしまってですね、人生に。で、諦めなかった自分を褒めに来てくれたんではないか。真相はどこまでのものなのかはわかりませんけれども、人生って得てして私はそんなもんだなと思いますね。と言いますのも、私自身、このお手紙読ませていただいて、ああ、なるほどな、なるほどな、何度も私うなずいたんです。なぜかと言いますと、私自身もそうだったんです。家族を持って、結婚しましてですね、すぐにお寺が見つかるだろう。そんなふうに安易に考えてたんですけれども、なかなかお寺が見つからなくって、最終的にはもう電気、ガス、水道に困るような生活を私は長年家族と送ってまいりましたので、非常にその時にも私は、家族をもう私の手で殺めてですね、その後私も自ら命を絶とうとした時期が、数年間ありましたので、この男性のお手紙を読みながら、ああ、わかるわかる。もしもあの辛い時期の三木大雲、もし私が会えることならば、お前頑張れ、今頑張ったら将来いろんなことができるようになるから今頑張りなさいと、声をかけてあげたいなと私自身も思いますし、逆にですね、あの頃の自分に、私を、今の私はおかしくないかなというふうなことも一度相談してみたいな、どんなふうに映ってるか、見てほしいなというふうに思ったりするわけですけれども、皆さんもですね、人生でいろいろな、苦しいことや悲しいことがあると思いますけれども、未来の自分、おそらく未来の自分なら今こういうことをしなさい。今は頑張る時期なんだというふうに思ってくれるんではないかな。そんなふうなことも考えながら、苦しみを乗り越えていっていただければ嬉しいなというふうに思います。ということで本日も怪談説法、これで終わりとさせていただきます。どうもありがとうございました。